世界中から多くの参拝者が訪れる世界遺産東大寺。これまでおよそ1300年途切れることなく人々の安寧を祈り続けてきました。本尊ルシャナ仏。天災や疫病戦乱が相次いだ時代にあらゆる命が栄えるようにと聖武天皇の願いで作られました。大仏様が説くのは華厳の教え。等しく尊い命の花がさまざまに咲き誇り、互いに輝き合う世界を伝えています。右手は恐れることはないということを、左手は人々の願いを聞き届けることを表しています。これまでさまざまな祈りを受け止めてきました。大仏殿に続く参道近くには東大寺福祉療育病院があります。70年にわたり障害のある子どもやその家族を支え続けてきました。外来診療のほか入所施設や通所の事業を運営、在宅の家族を支えるためのショートステイなど地域支援も手掛けています。医療と教育と療育、さまざまな専門職が子どもたちの育ちを見守っています。おはようさん。ああ、やな。そうそう。そら。行くぞ。キュッ。そう、上手。キックしてね。よいしょ。うまい。そうだ。手遊びをしたいと思います。はい。久しぶりにやりますよ。はい。1、2の3。はい。魚が跳ねてピュー、お空についたお星さま、ピカピカピカ。久しぶりの学校だな。学校に行きますよ。ほら、ちょっといいですか、どこで。よろしくね。よろしくね。聞こえたかな、山奥先生。東大寺の源流は今から1300年前、1歳にも満たない王子を亡くした聖武天皇と光明皇后がその菩提を弔うために建てた山のお堂に遡ります。深く仏教に帰依し、日本の福祉事業の先駆けとして力を尽くした聖武天皇と光明皇后。その思いを現代に引き継ごうと1955年に東大寺福祉事業団が発足、東大寺青支園が作られました。当時流行していた脊髄性小児麻痺など手足に障害がある子どもたちにリハビリや学びの場を提供しました。それから70年、病院に求められる役割は大きく変わってきました。今まで救えない命が救えるようになったとか、あるいはその子たちもですね、その命を支えるような医学は進歩したので、今ではですね、とても重度の障害のある人、難病の人、それから呼吸器とか
そのいろんな機材を必要とするような医療的ケア児が増えてきた。しかも在宅で家族と共に暮らしながら大人になっていけるようになった。当然私たち、医療機関ないしはそういう福祉あるいは療育を担当する者としては新しい役割が増えてきている。そういう意味では非常に変わってきたと思います。よいしょ。あ、気持ちいいとこに来た。いっぱい空気吸って。さあ、ゆらゆらするぞ。さあ、背が伸びたゆちゃん。かっこいい。いつも頑張ってる背中。重たいよね。でどうしても寝たきりで背中に体重がドーンと乗り続けるので、背中の胸郭ってすごく硬くなりやすいので、そこが柔らかくなるようにさせてもらってます。いろんな医療のケアも含めてお着替えとかおむつ交換とかあるんですけど、やっぱり人に体を動かされるっていうことがたくさん毎日あるんですけど、それが心地いいになってほしいなと思って、キュッてびっくりして固め張ると呼吸もしづらくなる。なのでこの手が少しでも緩んでくれたらお袖通しやすくなるだろうし、呼吸も楽になるかなと思ってます。ゆうちゃん、よいしょ。ゆうちゃんもたれていくよ。寝てしもた。抜けたな。これから勉強を始めよう。今日も元気に一緒に始めよう。今日はさ、学校の先生に会いに行こうか。はい、いいよ言うて今手を動かしてくれたの。はい。すごいです。やろう言うてんの。山奥先生に会いに来たよ。よろしくね。あかんの。もっとじゃあどんな感じでいるよ。トゥルルルルルー。山奥先生、学校に来たよ。どうでしょう、ドアちゃん。ちゃんと手を動かしてますね。山奥先生、学校に来たよ。これは OK ですね。これは OK でしたよ。の方が良かった。学校に行きますよ。ほなちょっとイギリスのとこで言うてもらうな。さっき OK 出たやつな。可愛い言ってくれたやつな。ちょっと手を動かして、早くしてやな。早くしてたってね。いけるかな。トゥルル聞こえた。よろしくね。聞こえたかな、山奥先生。楽しいことやってね。よろしくね。かわいい。サンタクロースにお祈りしてるよ。子どもたちは私たち教員のことを色眼鏡で見ないんですね。本当にいい授業をやって、楽しかったりよく分かったって言ったらすごい、いい表情や、それから音を鳴らしたりして伝えてくれるし、体を通してなのか空気感なのか大人たちが普通気が付かないようなことを気づいて、関わってくれるので、本当に感じたままに伝えてくれるので、日々元気をもらっています。
ちは反応しかもしかしたら見えないかもしれないんだけれども、手がちょっと動くよとか、なんかちょっと笑ってくれたかなって、私も嬉しい、そしてあなたも嬉しいっていう、そういう毎日を毎日コツ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 と。東大寺で育まれてきた華厳の教え、その中には一つはすべてにつながり、すべては一つにつながるという教えがあります。一即一切と言ったり、あるいは言葉をひっくり返してね、一切即一という言葉が華厳の教えに関わってよく使われる言葉ではあるんですけれども、一人の子供をじっと見てたら、その子を育ててくるにはいろんなものを食べたり、飲んだり、いろんなところへ行ったり、いろんな風を浴びたり、いろんな香りを嗅いだりをずっと遡れば遡るほど深い過去までつながってるわけなんです。でそうすると、その一人の子供を通してそれまでの一切の過去とあらゆる世界とのつながりが一人の子供の中にはあるわけですよね。逆に言うとあらゆるそういう関係のある一切のものというのが私たちの前に姿を表してるありようというのがこの一人の子供なんだな、そういうことを思うと、その子供が喜ぶことがあったらその一人の子供の中に関わっているあらゆることが嬉しい、そういう世界の中に見ることができるのかな。東大寺福祉療育病院は現在新病院の建設を計画しています。予定地は大仏池の近く。かつて平城京から東大寺を訪れた聖武天皇や光明皇后が通った一条通りや、当時の建造物である手貝門にも隣接する場所です。聖武天皇と光明皇后っていうのは東大寺の創建に関わられた方であると同時にね、東大寺の福祉を考える時の、原点にある方々だと。その二人の行き来された道が一条通りであって、それの東大寺の入り口が手貝門であった、そういうことを思うとそこに新しい施設が建って、でその中で伝えられてきたその文化だとか、そういうものが生きた形でね新しい形にして未来に伝えていくのも世界遺産の趣旨に沿ったものだと言えないかなと私は思いますね。抱っこのリハビリ技術論っていうのを伝えたいんですけど、新病院の建設に向けて新しい医療やケアの模索も始まっています。毎日のケアで繰り返される抱っこ、その抱っこをスムーズな呼吸や排泄、快適な睡眠や食事を促すものへと変えていけないか。ちょっと腰を収めてあげて、そうこっち側で体重を支えて、こっちの膝で腰をねちょっと起こしてあげるんです。ちょっとゆらゆら。新たな挑戦が動き出しています。人生が豊かになるような知恵をお互いに出し合えるような、そういう拠点としての病院をぜひ作りたいなというふうに私は思います。病院もどんどん変わっていくと思いますけども、どんなに健康な人であっても、あるいは障害があってもなくてもですね、毎日心地よい空気を吸うとか、おいしいものを一緒にいただくとか、気持ちよい眠りが得られるとか、これはもう誰にとっても大事なことなんですね。でも障害の重い人によってはですね、息をするのも食べるのも本当に大変な毎日を過ごしている人たちがいます。いろんな知恵をこれからその人たちから学ぶというか、その現場から学んでいく必要があると思いますし、今までの医療の枠を超えてですね、多くの人が快適に生きるっていうのはどういうことなのか、
オープンリビングラボというのをぜひ病院に付属させてですね、障害のある人、それから利用される人が主人公になって、そしていろんな人がその人たちから学ぶ、あるいは気づく、そういう舞台というかな、そういうものがあればいいんじゃないかなというふうに思います。むしろこれからは、彼らから学ぶと、彼らが社会に寄与できる、そういう機会になるんじゃないかと。